No.42 新章ロケットドローン始動ブラシレスの衝撃と ESPFC の統合。いろは電子工作所第42回の報告です。限界を知ったからこそ解き放たれるパワーがある。前回まで 1S プロポーショナルのブラシモーターと極小リポバッテリーの限界に挑み、地面効果の壁に阻まれてきました。しかし僕らは立ち止まりません。今回は弱小なパワーから脱却し、将来の垂直離着陸ロケットドローンに向けた最強の土台を作り上げる新プロジェクトの始動を報告します。第一幕は敗北からの脱却とブラシレス化の決断です。前回までの実験で 1S ブラシモーターの出力では重力と空気抵抗をねじ伏せる推力が圧倒的に足りないことが証明されました。ならば圧倒的なパワーを与えるまで、そう決意した僕らが手にしたのは金属感あふれる強力なハッピーモデル 1202.5 ブラシレスモーターと 2S から 3S のハイパワー電源に対応した最新の駆動回路です。最終目標は機体を立てたまま垂直に大空へ飛び立つロケットタイプドローン。今回はその推進部となる分割式 ESC と空気を押し出して飛ぶプッシャー構造のメカニカルな土台を一から作ります。第2幕はブレッドボード上の実験室と最強の頭脳の統合です。マイコンにはおなじみのシャオ ESP32S3 を使用します。ここへドローン界で実績のある ESPFC という高度なプログラムを開発環境から事前にインストールしておきました。いきなり機体を組み立てるのではなく、まずはブレッドボードの上に最小限の回路を構築していきます。頭脳であるシャオを中心にバランス感覚を司るセンサー MPU6050 高度を測る気圧計 BMP280、そして最新の無線通信システムであるラジオマスター ELRS 受信機を配置し、細い線で美しく配線していきます。パソコンと USB で接続し、設定ソフトベータフライトコンフィギュレータを起動します。画面が開いた瞬間、中に描かれた 3D の機体モデルが手元のセンサーの動きに合わせてぬるぬると遅延なく動きました。通信は 100% 成功です。通信ポートの設定を行い、送信機プロポのスイッチ操作に合わせてモーターの電源を入れるアーム、姿勢を自動でまっすぐ保つアングルモード、そして気圧計を使った高度維持モードを迷うことなく正確に割り振っていきます。第3幕は圧倒的パワーと完璧なフィードバックです。プロポのスイッチを入れ、緊張のアーム命令を送ります。スロットルを静かに上げていくと、4つのブラシレスモーターがキーインと高周波の金属音を響かせ、猛烈な勢いで回転し始めました。ブラシモーターとは桁違いの凶悪なパワーを感じるカットです。ここで仕上げの動作確認を行います。ピンセットでブレッドボード上のセンサーを持ち上げ、手前や奥へ手でクイッと傾けてみます。すると傾けた方向に合わせて反対側のモーターが弾むように回転数を上げ、倒れるなと言わんばかりに強烈に押し戻す反応を見せました。送信機の命令に素早く反応する爆発的なパワー、そしてセンサーの傾きを一瞬で相殺する正確無比なプログラムの自動制御。これまで僕らを苦しめてきたパワーと制御、2つのパズルのピースが今完璧に噛み合いました。結末です。4つのローターが力強く風を巻き起こすブレッドボード上の実験用ユニット。まだカバーを取り付ける前のむき出しで武骨なシルエットですが、ここには確かに未来のロケットの動力が息づいています。土台は完成しました。圧倒的なパワーと正確無比なフライトコントローラー。このユニットがロケットのボディをまとい、空へとまっすぐに突き抜ける日はすぐそこまで来ています。自作ロケットドローンプロジェクト、ついにテイクオフの時が近づいています。それではまた次回。